こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回はこの秋 IKEA に行くならぜひ見てほしい注目の新商品を紹介します。購入品も結構良かったのでぜひ見ていってください。まずはワイヤレス充電器についてです。スマホを充電するものです。今年どれもすごく人気で売り切れ続出なんですけども、もう日本には来ないかなと思っていたこの赤色のものがですね、日本に来ていましたので早速購入してみました。てかもう買わないでいいかなと思ってたんですけど、実物見たらすごく可愛くて、買ってしまったって感じですね。このようにコードが巻かれていまして、コードの長さは120センチです。コードがここに収納できるのはいいですね。ケーブルがダラーンってなったり絡まったりしないので持ち運びの際に便利です。 C2 という規格に準拠しています。なので 20W の充電器 USB-C のアダプターが必要となります。 USB-C の充電器については後ほど紹介します。でこのワイヤレス充電器の本体はシリコンのような素材でして、ちょっとホコリとかを吸着しやすいかもなと思いました。このぷっくりしたドーナツのようなデザインがとても可愛いですね。実際に使ってみますと、こちらは同シリーズのコルクのワイヤレス充電器ですけども、こちらもデスク周りで表示が見やすいですし気に入って使っています。一旦 20W のアダプターに接続して使ってみます。これをコンセントに挿してスマホにはこのようにマグネットで貼り付いて充電できるというシステムです。お手持ちのスマホが充電できるかどうかは iPhone12 以降はそのままこのようにペタッとくっつきます。 iPhone8 から11や Galaxy はマグネット付きのケースをつければ使えます。この赤いタイプも結構スタンドっぽく使えるのがいいなと思いました。また今持ってきたのは照明付きのワイヤレス充電器で、こちらはインテリア性がとてもあって人気の商品です。トレイにはメガネやアクセサリーを置くことができます。で 20W の充電器についてなんですけども、私はさっき映ってたアンカーのを使ってたんですけども、 IKEA にすごく安いのが新しく出ています。こちら真ん中のが 20W で左のものが 65W、ノートパソコン用とかですね。で今回のワイヤレス充電ならこの 20W で必要十分となります。大きさはそんなもっと他社なら小さいのあるんですけども、この価格帯ではなかなかないなと思うので買ってみました。結構充電器ってこれ何ワットだっけと思うこと多いので、ここに大きく 20W って書いてくれてるのはありがたいです。あとなんかシールがついてました。これは何用みたいな目印にするのでしょうか。で大きさなんですけども、やっぱりこちらのアンカーの方は同じ 20W でも1700円ぐらいしたんですけども、かなりコンパクトです。でもう一つ Amazon で買ったこちらはこういうコンセント部分が折りたためるっていうタイプになってて、いつもガジェットポーチに入れて持ち歩いています。こうやって並べると IKEA のはかなり大きいです。ただどれよりも安いので持ち歩かない、家で固定して使う分にはありじゃないかなと思いました。充電ステーションみたいに使っているロースコグワゴンの中で使ってみます。高さ方向が出っ張るのでそれは心配でしたけども、スペースには収まりました。ケーブルも IKEA 結構おすすめです。デザインがおしゃれなのと、あと各種端子の種類が揃っています。大体が 60W を対応しています。なので充電速度を落とすことなく使えますので安心してください。布張りとそうじゃないものとあります。店舗の最新ルームセットを一緒に見ていきましょう。注目の照明がたくさん並んでいました。こちらの竹の格子のようなデザインのテーブルライト、とても人気でして売り切れていました。この影の演出がとても素敵ですよね。竹なんですけどもちょっとモダンなデザインになっているのでおしゃれです。またこちらはペンダントライトも設置されていました。ダイニングテーブルがすごく大きいものと合わせているので2個並べていますけども、一般的なサイズだと1個で十分だと思います。こちらもとても素敵ですよね。スリットが二重構造になっているので眩しすぎなくて奥行きも感じられてとても素敵なデザインです。電球は2個必要です。別売りなので自分でお好みの明るさ色味のものを選ぶことができます。
このとっても大きなダイニングテーブルと手前のベンチは同じシリーズのものですけども、スキーター仕様で素材感が良かったです。こちらのテーブルライトバスケットみたいで、下はいかにも竹って感じでちょっと日本っぽすぎるのかなと思ったんですが、なんかね和室みたいで、でもヨーロッパで結構人気みたいで SNS でよく見かけます。形もコロンとしていてちょっと可愛らしい雰囲気ですよね。もう一つフロアライトもすごく良かったのでご紹介します。こちら最近出たフロアライトなんですけども、やっぱり実際にお部屋に置くと素敵なんだなと改めて思いました。このフロストガラス全体がこうふんわり光るのがとても綺麗です。シェードだけじゃなく本体部分も土台も素材感がとても綺麗です。またスイッチもとてもミニマルで素敵です。こちらのルームセットにはとてもエレガントなコレクションケースが新しく置かれていました。クラシックなテイストのインテリアなんですけども、こちらのコレクションケースとても合ってますよね。棚板がガラスで、また3面ともガラスなのでライトアップがとても映えます。ライト1個ですけども全体が綺麗ですよね。また高床式になっている足のあるデザインなので、下のスペースにはバスケットが置かれていました。このシリーズは他の商品もとても素敵で、ちょっと取っ手にゴールドが入っていたりするんですけども、こちらは本棚です。1箇所だけゴールドのバーがついています。で、足は同様に少し高床式になっています。で、色はちょっとオフホワイトなんですよ。手前の本棚と比べるとちょっと落ち着いた白かなと思いました。なのでベージュが基調となったお部屋など優しい雰囲気のインテリアに合わせやすそうです。棚は可動棚になっていました。結構今期はキャビネットとかコレクションケースなど大型の家具も充実しているなと思います。シンプルなものからデザイン性の高いものまで結構いろいろ出てますよね。続きましてはクッションです。こちらはクッションカバーですけども、とっても涼しげな水色のクッションカバーが新しく出ていました。細かいワッフル織りになっています。素材はポリエチレンとポリエステルになっていてつるっとしています。すごく涼しげですよね。同じく水色のクッションカバーが他にも出てまして、こちらはサネーラというシリーズなんですけども、ちょっとベルベットっぽい生地になっています。こちらは長方形タイプです。サネーラは結構 IKEA の中でマストバイと言われる定番商品のうちの一つです。私も何個か持っています。ベージュとかですね。高見えするんですよね、この光沢が。張り感もあるので生活感も出にくいです。で、結構店舗を見渡してみると、このサネーラのクッション、ブルーのクッションが至る所に使われているなと気づきました。こちらはグレーのソファーの上に置かれていますけども、グレーとライトブルーの組み合わせとても可愛いですよね。涼しげですし、またこういうクッションカバー重ねる時に長方形のが一つあるとリズムが出ていいんですよね。で、こちらはソファーコーナーですけども、同じくサネーラのクッションが置かれていました。手前にある水色の目覚まし時計と色がリンクしていてとても可愛いです。ちなみにこちらのサネーラのクッション、長方形だけじゃなく正方形のタイプもあります。こちらは綿 100% なので洗濯機で洗えます。他にも爽やかなカラーのクッションカバーたくさん出ていますので、またどれもお手頃価格なので気軽に試せるのがいいですね。ちょっとね、面白いものも見つけました。こちらはチェアパッドコーナーなんですけど、このライトブルーのチェアパッドがまさかと思ったら片面だけつるっとした冷感生地になってて、で片面は普通のさらっとした生地になっているんですよ。そう、表と裏で生地が違うようになってました。
ちょうどお試しくださいっていうチェアがあったので試してみたんですけど、確かに服越しでも分かるヒヤッと感はあります。ただちょっと気になったのが、ちょっと滑るかもなと思いました。紐で固定するのは絶対必要だなと思いました。ただすごくいいなと思ったのはこのクッション性、すごく固めに弾力性があるっていうんですかね。もぎゅっと感がすごく良かったです。普通に冷感生地じゃなかったら欲しかったかもそれを言っちゃダメなのかもしれませんが、このクッション性がすごく自分のワーキングチェア用に欲しいなと思いました。撮影してますけどこの映像ではもぎゅっと感伝わらないと思うので、ぜひお店に行ったら試していただきたいと思います。今編集しながら気づきましたけども、チェアパッドにしてはちょっとお高めなのかなと思いました。こちらは私の推し布団カバーなんですが、いつの間にかこんなにカラーバリを増やしてました。私が買った時は白しかなかったんですよ。こんなペールグリーンが出てましたね。こちら何がそんなにおすすめかというと、生地がこんなシワの加工が入ってまして、洗濯乾燥機までかけてしまってもこの風合いなんですよ。アイロンいらないんです。で、柔らかくて肌触りが本当いいです。オーガニックテキスタイル世界基準認証を取得したオーガニックコットン 100% となっています。ちょっとねお高めなんですが、やっぱこの洗濯のしやすさ、洗いざらしでちゃんと素敵に見える布団カバーです。で、このベージュとペールグリーンが新商品のマークがついてました。あとピンクもありますね。4色展開でサイズは日本では2種類になっています。あとクッションカバーと全く同じ柄の布団カバーも出ていました。こちらはリオセルが 43% も入っているので、さらっと通気性のいい素材となっています。大胆な柄なんですけど、ちょっとトーンが落ち着いているので取り入れやすそうですね。皆様からの熱いコメントありがとうございました。以前動画で紹介した時にいろいろ活用例を教えてくださりありがとうございます。ウォータースポーツアクティビティなどで濡れたくないものを入れるという方、あと逆にプールなどで濡れたものを入れるっていう方といらっしゃいました。で、この大きい方がちょうどそのプールグッズ入れるのにタオルも一緒に入っていいんじゃないかということで、またサイズ感も斜め掛けできるぐらいの大きさなのかっていうのを知りたいという方がいらっしゃったので購入してみました。で、以前から商品名は変わったんですけども、同じサイズのものとこういう大きいサイズのものが2種類出ています。使い方は一緒で、間口をこのように2回折ってこの、バックルっていうんですかね、これをカチッと留めると防水になりますという仕様になっています。で、間口を巻くので、思ったほど入んないのかなとは思ってたんですが、全然水着一式とタオルぐらいいけそうですね。ただ子供が使うラップタオル、大きいバスタオルはちょっと難しいかなと思います。これは 50×100 センチのバスタオルですけども、ちょっと濡れたくないもの想定で上着と日焼け止めとスマホを入れてみました。これでもまだ余裕ありますね。やっぱり待ちが相当ありますので、思ったより入るなという印象です。このついてるストラップは長さ調節ができますので、余裕で大人でも斜め掛けできるレベルだと思います。大きさのイメージが伝わると良いのですが、こちらはゾーカーの売っているコーナーです。結構お花系もいろいろ新商品が出ていました。ゾーカーは結構プラスチック感が強いものもありますので注意が必要なんですけども、このオレンジのお花は、どっちかというと布って感じでしたね。繊細な作りだと思います。お値段の割に。そんなことよりこの鉢カバーがすごい素敵じゃないですか。この鉢カバーとこのオレンジコーラルの色合いが素敵なのかな。やっぱ鉢カバーって大事だよなっていうことで、ちょっと鉢カバーに注目していきたいんですが、こちらにも同じ鉢カバーがディスプレイされていました。それは直径9センチのタイプになります。だいぶ小さめです。オンラインで見るより断然実物の方が
素敵に見えます。色味に深みがあってちょっとグラデーションかかっていたり高見えする商品です。こちらもまた深みのあるブルーでグリーンが映える色合いですごくいいなと思いました。鉢カバー側の商品名に書いてあるサイズは植木鉢のこれに入る植木鉢の最大径っていう意味になってます。これ自体の外径でも内径でもないです。IKEA でこのフェイクグリーンの鉢と合うかなっていう時とかに参考にしてみてください。あとコメントで大きめの鉢カバーも知りたいというお声いただきましたので紹介するんですけど、っていうかね、ちょうど紹介したやつがありまして、このジュートの素材の鉢カバーなんですけど、こちらの商品はそんなニューじゃないと思うんですけど、ちょうどディスプレイされてたので紹介させてください。これジュートなんですけど、ちょっとその底面にブラックが入っていてすごくおしゃれですよね。で、中はちゃんとプラスチックのインサートがついています。で、このまた下に置いてある台車がすごくまたいいんですよね。使いやすくてプラントムーバーっていうのかな。キャスターがとても安定していると人気の商品です。このジュートの鉢カバー結構こんな大きいのにすごい安いのでいいなと思います。ただ IKEA 全体的にもうすごい安いのでちょっと感覚がおかしくなってくるんですけど、このサイズ感で3000円以下ってすごいですよね。かなりもうコースの終盤なので疲れてる場合もあると思うんですけども、ぜひゆっくり見ていってもらいたい、 IKEA に来たからには見てもらいたいコーナーでもあります。こちらは同じシリーズのもう少し小さいタイプになります。こちらは取っ手のデザインがない分ちょっとシンプルになってます。あとやっぱりルームセットの中で見ると鉢カバーがちゃんとグリーンとか他のインテリアと合わせて置いてあるのでよりイメージが湧きやすいと思います。鉢カバーに関しては本当にお値段バグかなと思います。次回は新コレクションも紹介できるかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。